ね、予想以上にすごいね、CR カップって。ツイッター1万人以上フォロワー増えてた。あ、嘘。数覚えてねえからな。でもなんか増えてるかもしれないね。けどなんかまあ知らない、配信の世界にあんまり詳しくなかったから、配信の世界っていうか配信者か、配信者に詳しくなかったけど、いろんな人気の配信者がいるんだね。俺も組んだ人だと関さん以外は知らなかったしね。でもすごい後から知ったけど、すごい有名な人たち、人気者ばっかだったんだね。あとはまあそれですごくカルビと、まあケンキは知ってたけど、カルビと、あと誰だろうな、知ってた人って。もともと釈迦さんも知ってたけどね。それぐらいしか知らないもんな。青にはわかるね。だるまはね、だるまは聞いたことあった。最近聞いたことあった。すごい人気の配信者っていうのは知ってたけど、あんなにゲームが上手い人ってのは知らなかったな。オニヤってだってあれじゃないの、あれに一緒だったでしょ、バロで。だるまさんピークで10万超えてたらしい。個人配信で10万人いってたんだ。すごいね。 A チームはかなりマジで有名どころよ。そうみたいね。アキマンさんも注目してた。マジか。神が創造主が見てたの。久々になんか雑炊でも食おうかな。戸倉さん CR 入りはしてたの。まあぶっちゃけ知ってたよ。河川リスナーとしていい声つけてくれて感謝です。よかったっす。河川さんってなんかああいう人だったんだな。ああいう人っていうか、なんかすごいひたむきにやっててマジで意外だったわ、そこは。もちろんその前情報なかったんだけどさ、まあ言っちゃなんだけど、その一番ストリートファイターやったことないし、ガヤ枠みたいな感じなのかなって正直思ってたよ。そう、面白いガヤ枠の人かなみたいな。努力家、間違いではない。まあそうだよね。っていうか本人もさ、俺そういうつもりで来たんじゃないかなと思うんだよな、最初。でも途中で変わったのかな、わかんないけど、なんかすごいみんな頑張ってたね。表はあんまり出さない人なんだ。なるほどね。まあなんかお互いがこう影響し合ったっていうことあるかもしれないね。なんかもっとカジュアルに捉えてたけど、思いのほかチームメンバーガチじゃねみたいな、っていうのはもしかしたらあったのかもしれないよね。まあでも正直俺もそれはあったしな。もともと俺はやる気はあったけどさ、出るからには頑張ろうってなったけど、この人たち思いのほかやるなみたいな、空気の読む能力クソ高い。まあそういうことなんだろうなと思った。空気に合わせてきたんだなっていうか、まあいい意味でね、それは思ったな。予想以上にガチで余計緊張した。そうね、まあそれはあるよね。かなえさんが想像以上に強くて触発された感ある。あの人すごいセンスある人だね。めちゃくちゃ言ったことすぐできちゃうもんね。かなえさん気配りすごい。タイムキーパー始めた時にこの人は多分もう本当に子供の頃からこういう役割をしてきたんだろうなっていう、小学校時代から多分こういう役割をしてきた人なんだろうなっていうのがマジで伺い知れたよね。毛嫌いしてた VTuber のことを好きになった。毛嫌いではないんだけどさ、俺もさちょっとさ、そのあまりに今まで絡みがなくてさ、まあ言うたらユナッコとかはそうなのかけど、 VTuber の人たちってどういう人たちかって全然知らなかったからさ、まあなんかどう接していいか分かんなかったよ最初。ただね、VTuber に限ったことじゃなくて、今回思ったんだけど、その人気の配信者、VTuber 含む人気の配信者ね、これは動画じゃない方ね、動画じゃない方、ちゃんとリアルタイムで配信してる人たちは共通点あるなと思って。でね、地頭がいいってのはまず絶対あると思う。さあ何事もそうだけどね、何事も物事をうまくいかせようと思ったらそれは絶対あって、でもう一つはやっぱ根性あるよね。仕事ってなったらちゃんと徹底して、やりきる力っつうのかなはあるよね。そうでね、あともう一個ね、
すごい大事なことなんだなっていうことを今回気づいたんだけど、やっぱり当たり前のことなんだけどさ、配信ってさ長時間やるじゃん。8時間とかさ、人によっては10時間とかさやるわけじゃん。でそれってさ、もうさ家族以上にさ時間を共有するわけじゃん、視聴者と。ってことはですよ、嫌なやつだと務まんねえんだなって思った。これがさ、その芸で食うとかだとさ、一瞬例えばね、めちゃくちゃ歌が上手いだけとか、めちゃくちゃ絵が上手いだけとか、だけっていうとちょっと、語弊があるな。別にそれはそれで素晴らしいんだけども、この、芸で食うタイプのさ人ってさ、人格まで見られずに済むじゃん。でもさ、その、要するにいい部分だけを切り抜けるわけだよね、その芸のみで食うって場合はね。けど配信者って切り抜けないんだよね。まんま鼻から最初から終わりまで見せなきゃいけないから、嫌なやつだと多分続かないんだよな。だからなんか気持ちのいい人たちが多かったなと思ったけど、偶然かなと思ったけど、いやそうじゃねえなって。そもそも配信者で人気になる人ってそうじゃないともう無理なんだなって思った。そう、本質が出ちゃう、ごまかしが効かないから、やっぱりなんか根がいいというか、気持ちのいい人間が多いというか、そうじゃなければ人気にはならないんだなと思った。人気がない人が性格悪いとは限らないけど、人気がある人は性格良さそうだなって思う。だから今まで結構有名配信者ですとかさ、もう VTuber なんて言ったらもう持ってのほかだったけど、俺からするとその名詞って恐怖の対象だったのよ、マジで。ちょっとよくわかんない仕事の人たちだみたいな、自分も似たようなことやってるくせにさ、ちょっとそれ恐怖の名詞だったけど、今逆にあれだよな、信用できる名詞になったよな。ってことはいい人なんだろうなみたいな、っていうか、その人に好かれる人なんだろうなみたいなっていう学びがあったね今回ね。マーケット冬崎さんありがとうね。それ本当思ったわ。なんか絡む人さ、なんか嫌な感じ しないなっていうか、俺がそもそも怖がりすぎてただけかもしれないけど、でもよく考えたら一日何時間も何十時間も時間共有し続けてるって人気者ってことはそういうことかって思ったわ。河川さんとかなえさんの対戦の時のテンション、いやそうやばい、やべえ、陽キャ引いたと思ってさ、いやそれ言ったら基本陽キャなんだろうけどね、別にみんなね。ゲンブありがとう。いや陰キャ多いよ配信者。そうなんだ。じゃあそこは仕事って感覚でやってるのかな。でもゲームの好きな人たちだからね、とはいえね。お金にはもともとかなり仲いい。そうなんだ。関さんは元ニートです。そうなんだ。鎌倉幕府ありがとう。関さんは陰キャの方なんだ。あの人でもすごい感情が表に出る人だよね。それがきっと人気の理由なんだろうな。面白い人だしね。そのオフで会うとおとなしいよ。へえ、そうなんだ。そういう人もいるだろうな。コメントに切れて配信終わったりもするんだ。なるほどな。そういう人間性があれなんだろうな。オーバーウォッチの元プロ。オーバーウォッチなんだ。人間臭いやつほど押せる。それはそうだよね。それはそうだと思うわ。勝利の大パン。勝利の大パンといえばなんだっけ、パン使い毒ですよの人、川野に勝った時の面白かったな。ババアさんありがとうございます。ババアイン沖縄暑いでしょうね。ベガバッチか。勝利大パンとかやっぱ嫌な感じしないよな。でも何にしても成功したみたいでよかったね。なんか格闘ゲームを取り扱うってこと自体が異例だろうしね。それがうまくいったのはよかったね。やっぱりさ、みんな表に出してたかどうかわかんないけど、準格ゲーマーいるわけじゃない。俺を含める4人。数の子は最近どうなのかわかんないけどさ。やっぱりなんかこれを知ってもらいたい、いい印象を持ってもらいたいっていう気持ちはみんな同じぐらい強かったと思うけどね。
それがでもうまくいったんならよかったけど、フードそれあったのかな、通常営業な気がする。いやあいつは表に出さないだけだよ。